皆さんこんにちは。今日は昔渋谷川だった道を歩きます。若い人に人気の原宿を通って渋谷駅に行きます。シャドーイングの練習にも使ってください。左の建物は国立競技場です。オリンピックをやった場所です。第18回オリンピック競技大会優勝者と書いてあります。1964年のオリンピックで優勝した人の名前がここに書いてあるんですね。観音橋と書いてあります。昔ここに橋がありました。昔この辺が川だったということです。今は橋はありませんが、名前だけ残っています。道の反対側に渡りました。どこかで右に曲がると川があった道になります。この道です。これはレンタルできる自転車です。いろいろな場所で借りたり返したりできます。マンホールがいくつもありますね。それはこの道の下に下水道が流れているからです。下水道というのはトイレの水やお風呂の水が流れるところです。この道は渋谷川という川が流れていた場所です。でも人がどんどん増えて、家が増えて、渋谷川は下水道のようになったそうです。つまり、とても汚れてしまいました。それで川を下水管にして、上は道にしてしまいました。さっき見た1964年のオリンピックの前に街をきれいにするためにそうしたそうです。マンホールの蓋の数がすごいですね。マンホールの蓋の数が変に多いところは昔川があった可能性が高いそうです。ジブリの映画千と千尋の神隠しには白という川の神様が出てきました。白の川は埋められて上にマンションが建ってしまいました。でもこの渋谷川みたいに地面の下を流れているんじゃないかと思います。面白い看板がありました。この漢字は裏という意味です。住所の文字が何かおかしいことがわかりますか？ちょうど裏から
見たような文字になっています。とっても面白いと思います。裏の反対は表です。表がどうなっているのか見に行ってみましょう。普通ですね。逆にそれがいいのかもしれませんね。表はわざわざ表って書く必要はないですからね。道を渡ります。この両側にあるこの石とこの石は昔の橋の一部です。この道は川だったということです。この道は旧渋谷川遊歩道路と言います。旧には昔のという意味があります。つまり、もともとの渋谷川の道路ということですね。このお店はうどん屋さんですね。おしゃれなうどんのお店ですね。地図を見てみましょう。赤い場所が今いるところです。で、渋谷川はこう流れていました。そしてその先に渋谷駅があります。道がまっすぐじゃないですよね。ちょっと曲がっています。川が流れていた感じがしますね。道を渡ったら面白そうな道があったので行ってみましょう。この道はかなり細いですね。マンホールの蓋がたくさんありますね。ノースモーキングって書いてあります。ここは渋谷区なんですが、渋谷区では道路や公園でタバコを吸ってはいけません。もし吸ったら2000円の罰金です。ここは服屋さんですかね。こういう奥に入った道を裏通りと言います。この裏通りから表の通りに出ます。さっきの道ですね。うどん屋さんの前に戻ってきました。ここも川みたいにくねくねしていますね。タクシーがバックしてきています。どうしたんでしょうね。道の両側にはお店がたくさんあります。
この旧渋谷川遊歩道路はキャットストリートと呼ばれています。ファッションで有名な場所です。この建物、素敵ですね。ラルフ・ローレンって書いてありますね。この先は大通り、大きな通りに出ます。表参道通りです。低い方を歩いていくと階段がありますね。ちょっと素敵な階段ですね。階段を上ると少し広くなっています。ここに参道橋って書いてあります。これも昔の橋の一部です。これも昔の橋の一部ですね。これとあっちのがつながっていたように見えますね。ここに何かあった感じがしますね。昔の姿が想像できないです。通りを渡って反対側に来ました。ここにも昔の橋の一部が残っています。では行きましょう。あの建物にザ・抹茶東京と書いてあります。行列ができていました。行列というのはたくさんの人が何かを待って並ぶことです。もうすぐまた昔の橋の一部が見えます。これです。恩田橋という橋の名前が書いてあります。昔この辺は恩田という地名でした。渋谷川には昔水車がいくつもあったそうです。これは葛飾北斎が描いた浮世絵です。渋谷川と水車と富士山を描いた絵です。今とは全く違う風景ですね。大きいバッグですね。ここに階段がありますね。道の高さが変わっています。高さの差があることを段差と言います。ここが昔川だったので、こういう変な段差があるみたいです。こっちの道にも川が流れていたような感じがありますね。不思議なものを発見しました。こんなところに鳥居がありました。ここは服屋さんがたくさんあって、
若い人に人気のある場所です。道の真ん中に公園があります。桜がきれいです。この日は3月31日でした。雨が止んできました。道の先に宮下パークが見えてきました。この宮下パークの横を渋谷川は流れていました。渋谷の駅を越えたところから渋谷川は地上に現れます。つまり目で見えます。なので見える渋谷川のところに行きましょう。大きいビルが見えてきました。渋谷川があった頃と風景は全く違うと思います。目の前に銀座線渋谷駅と書いてあります。銀座線は地下鉄です。でも渋谷では地上を走ります。渋谷が他の場所より低い位置にあるからです。銀座線を越えてさらに歩きます。私は渋谷ストリームというビルを目指しています。渋谷ストリームはレストランやオフィスが入っているビルです。Google の日本のオフィスも入っています。歩道橋の階段を上ります。歩道橋は道を渡るための橋です。渋谷ストリーム、ビルの名前にストリームって入っていますね。ストリームには川という意味もあります。つまり渋谷川から付けられた名前なんです。歩道橋の階段を降ります。渋谷川が見えるあたりに行こうとしています。ここで道を渡ります。向こうの油そばのお店に行列ができています。こっちのお店にも行列ができています。と、その時、渋谷川を見つけました。川はこっちから流れてきているみたいなので、向こう側に行きましょう。あそこですね。流れている水は、ちょっと汚そうですね。もう少し行ってみましょう。これより向こうに川は見えません。手すりみたいのが見えますが、川ではないですね。道を渡ってこっち側に来ても川
みたいなものは見えないですね。ずっと地下を流れてきて、急にこの場所で出てきたんですね。この道の先は気持ちよく散歩ができる道みたいですね。渋谷川は海まで続いています。いつか海まで渋谷川沿いを歩いてみたいです。さて、私はこの渋谷ストリームに用事がありました。まずはお昼を食べます。せっかくなので、このエスカレーターで行きましょう。ここはさっき通った歩道橋ですね。歩道橋というには大きすぎるかもしれません。左手にあるお店、いい雰囲気です。お蕎麦のお店です。はい、一人。はい、ありがとうございます。すごく奥の席でした。歩いている人がよく見えて面白かったです。おいしいお蕎麦でした。食べ終わったのでお会計をします。ごちそうさまです。はい、カードでいいですか？お願いします。はい、ありがとうございます。ごちそうさまです。その後は Google の日本のオフィスに行けて面白かったです。用事が終わりました。今から渋谷駅のすぐそばの桜坂に行きます。あの桜が見えているところです。スマホで写真か動画を撮っている人たちがいます。ここが桜坂です。とても混んでいました。ライトアップでピンクに見えます。桜坂は思っていたより短い道でした。たくさん歩いたのでとっても疲れました。でも昔川だった道を歩くという経験ができてとっても楽しかったです。皆さんも楽しんでくれましたか？だとしたらとても嬉しいです。スーパーサンクスをくださったドッグプレイグループストーリーズさん、それからケイスさん、ありがとうございました。感謝しております。Thank you so much. I deeply appreciate your support. Now let me tell you about my course. I really want to help Japanese learners improve their Japanese, and I'd like you to speak with confidence. That's why I created a course to help you improve your pronunciation, rhythm, pitch, accent, and intonation. If you want to feel more confident when speaking with Japanese people, please check out my subscription course. You can find the link in the description.
Lastly, let me share a comment with you. It's from Gayani-san. Hello, Fumi-san. Thank you for another interesting video which allows me to learn the language while getting exposed to the Japanese culture and the day-to-day life in Japan. After making your videos a part of my daily Japanese learning routine, I have learned a significant amount of new vocabulary thanks to the constant repetitions and explanations given in the videos. I also have started getting used to shadowing bit by bit. I sincerely hope you will keep making these videos since I find myself waiting eagerly for the next video every time I finish watching the latest one. I hope you are enjoying making the vlogs as much as I enjoy every second of them. Thank you again. Thank you, Gayani-san. I'm so glad to hear you're making the most of my videos. I'm really enjoying making them, so no worries. I'll definitely keep going. But you have to keep learning Japanese too, okay? Let's keep having fun with it and do our best together. 一緒に頑張りましょう. And thanks so much to everyone who watched to the end. Hit the like button or share this with friends. Have a great day and I'll see you in the next video. またね